皆さんこんにちは、オッキーです。ニューヨークも一気に春になりました。青空の気持ちいい日が続いています。早いとこ冬物も片付けなくちゃ。さて、春の野菜と聞いて皆さんはどんなものを思い浮かべますか？アスパラガス、菜の花、フキノトウ、ゼンマイ、イチゴ、そら豆、それともタケノコ、キャベツ？春といえばアーティチョークかも。日本ではあまり見かけませんが、春が旬の西洋野菜です。キク科の植物で、食べるのはつぼみとその萼の根元の部分。ちょっと調理が面倒だと思われている野菜のようです。私も今まで自分で調理したことはなかったのですが、先日トレーダージョーズでとっても新鮮なものを見つけたので、思い切って買ってみました。初挑戦です。ところでこのチャンネルでは私のニューヨークでの生活やアメリカンベーキングのレシピをご紹介しています。ご興味がありましたらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。アーティチョークを買うときは綺麗な緑色で花がぎゅっと閉じている張りのあるものを選びます。古くなってくると開いてきます。アーティチョークは食物繊維を多く含み、抗酸化物質の豊富な野菜として知られています。アーティチョークに含まれるエンザイムという物質のため、切り口がすぐに酸化して茶色く変色するので、それを防ぐためにレモンが色止めに使われます。なのでまずはレモン水を用意します。茎に近い部分の小さな硬い葉は取り除きます。そして萼のあたり、外側の硬い葉っぱも取り除くというのですが、どこまで取ればいいんだろう。取りすぎかな？大丈夫かな？何しろ初めてなので、こんなもんでしょう。茎の付け根の硬いところも取り除きます。茎も食べられるそうなので、ピーラーで外側を剥いておきます。でも結構硬くて筋っぽい。これもどこまで剥けばいいのか。切り口にレモンをこすりつけて色止めします。刃の先端は硬くてトゲのようになっていることがあるので、キッチンバサミで先を切り取ります。またレモンをこすりつけます。先端の部分を包丁で切り落とします。この辺かな？中はこんな綺麗。ちょっと曲がっちゃいましたね。さて、2つ目も同じように。1個目は先ほど用意したレモン水の中に入っています。またどこまで取っていいものやらわからない。こんな感じかな。萼の硬いところを取って、レモンを塗って、茎をカットして、ピーラーで剥いて、レモンを塗って、要領が少し分かってきました。葉っぱの先端をチョキチョキと切って、てっぺんをカットし、レモンを塗って、下準備完了。綺麗ですね。ここでもう一度流水で軽く洗っておきます。さあ茹でます。蒸す方法もありますが、今日は一番シンプルに茹でることにします。またレモンを絞って、かぶるくらいの水を入れ、ベイリーフ4枚とニンニク2かけをスライスしたものを入れます。ここで落とし蓋をして、まだ浮いてくるなということで上にお皿もかぶせました。しっかり上までかぶるように水を足したら火にかけます。
茹で時間は40分から45分ぐらい。よーし、茹だったかな？竹串を刺して芯にスーッと通るようなら茹で上がり。熱々なので少し冷まします。アーティチョークうんちく。アーティチョークはアメリカではイタリア系移民が持ち込んで、はじめカリフォルニアで栽培が始まり、栽培に適した気候のおかげで一気に広まりました。1920年代に東海岸にも輸送され始め人気を博したのですが、これをニューヨークのイタリアンマフィアが買い占めて値段を釣り上げ、資金源にしていたことから、そのマフィアはアーティチョークキングと呼ばれたそうです。これを取り締まろうと、ラガーディアニューヨーク市長がニューヨークでのアーティチョークの販売を違法化しようと試みたのですが、市長自らアーティチョークの魅力には抗えず、この禁止令はわずか1週間で解除となったそうです。1971年には有名な美食家のジェームス・ビアードが、アーティチョークはワインの味を損なうからせっかくのディナーの時には出すべきではないとグルメマガジンに書いたことで一時人気が落ちたとか。これはアーティチョークに含まれるシナリンという成分が舌にある味覚レセプターを阻害し、その後に口にする水や他の食べ物の味を変えてしまうからなのだそうです。面白いですね。外側の葉っぱを取ってみます。食べられるのはここの根元の部分。スプーンでこそげてみましょう。はい、これが食べられるところ。ほんの少しですが、これが美味しい。アスパラガスのような、白菜のような甘みがあります。内側に行くにつれ、葉っぱも柔らかくなり、食べられるところも増えてきます。まあそうは言ってもちょっとですが。レモンマヨネーズを作ったので、それにつけて食べてみます。実は歯でこそげて食べています。これが正しい食べ方なのだとか。美味しい。レモンマヨネーズよく合います。この葉っぱの根元を歯でこそげるようにして食べるのです。ということで、食卓にもこんな風に出しました。レモンバターやオリーブオイルと塩などで食べるのもおすすめだそう。茎の部分は期待していたよりかなり筋っぽくて、茹でても硬かったので、結局縦に切って中心の部分をスプーンでこそげて食べました。葉っぱというかガの部分は中に行くほど柔らかく甘みが増す感じです。でもこれもどこまで剥けばいいのやら。中心には繊維状の花の芯が入っています。縦に割ってみましょう。ここから上の部分は食べられないので取り除きます。この繊維質の部分を食べると喉に詰まってしまうのだとか。アーティチョークうんちく。アーティチョークという名前はアラビア語から来たとかイタリア語から来たとかいろんな説がありますが、英語ではハーティチョークという話をよく聞きます。文字通り中心を食べるとチョークするのです。ちなみにチョーカーというタイプのネックレスがありますが、これも同じチョーク、窒息させるという言葉から来ています。一番中心の部分はアーティチョークハートと言われる食べ応えのあるパートです。これは今日すぐに食べてしまわずにオリーブオイルとビネガーにつけてマリネすることにしました。エクストラバージンオリーブオイルとホワイトワインビネガー。オリーブオイル4に対しホワイトビネガー1の割合です。香り付けにフェンネルも少し入れました。あとは赤唐辛子1本とニンニク1かけ。これをよく混ぜます。アーティチョークの芯、ハートの部分を瓶に入れたら、先ほどのオイルビネガーを注いで蓋をし、冷蔵庫で保管します。1週間ほど漬け込んでみたものを食べましたが、とても美味しかったです。缶詰や瓶詰で売っているものよりもフレッシュで食感も良かったです。
春を感じさせる野菜のアーティチョーク、また良さそうなものを見つけたら違う調理法にもトライしてみたいと思います。残念ながら日本だとなかなか手に入らず、また気軽に買える値段ではないようです。アメリカにいる間にしっかり楽しみたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。皆様からのコメントやいいねボタンも動画作成の励みになりますので、ぜひお願いします。じゃあまたね。